世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は中国が手放せない日本の技術に関する話題をご紹介します。2021年、中国の自動車生産台数と販売台数はアメリカを抜き世界第1位となりました。以前の中国車であればヨーロッパの高級車と瓜二つなデザインや日本車と母式デザインの車も多く見られましたが、最近ではオリジナルデザインの車も登場し、未来的でかっこいいと人気になっているそうです。そんな中国産の車に関して以前話題になっていた記事がありました。それは中国のあるメディアが自動車製造技術について解説したもの。急成長した製造技術はどうなっているのでしょうか。ご紹介していきましょう。エンジンは自動車の心臓であり、少しでも車のことを分かっている人であれば、どんなエンジンを積んでいるか関心を持つ。しかし、中国のエンジン製造技術は他国に大きく遅れをとっており、多くの中国車には日本製のエンジンが使われている。実際、中国車のボンネットを開けてみると、三菱のロゴが入ったエンジンを見ることができる。中国の2020年度自動車販売台数は約2500万台で、2位のアメリカでさえ中国の6割にも届いていない。それだけの台数を販売しているにもかかわらず、中国のエンジン技術は未熟で、自国では賄えずに他国に頼っているという。中国でも国内の主要な自動車メーカーがエンジンの研究開発を行っているが、その技術は世界的に見て10年遅れていると言われており、すでに完成された外国製エンジンを導入する方が一から開発するより安く済む。しかし、韓国のヒュンダイやドイツのベンツなどは技術提供に消極的だった。一方、三菱自動車は1990年代に共通の利益のために共同で会社を中国に設立している。中国で車を製造する場合、中国との合弁会社を設立する必要があり、その企業に生産技術やノウハウを渡すことになる。中国側が三菱の技術を模倣できる環境は整っているが、未だ中国は日本並みのエンジンを作ることができていない。日本のエンジンは各部品で特殊な技術が使われているため、特定の技術基準と条件がないと部品を作り出すことができないのだ。そして他社が真似できないと分かっているからこそ、日本の企業は自社のエンジンが分解されたり研究されることを恐れていないのだろう。中国政府が減税策を実施した際は、減税対象になるエンジンを作れず、三菱製のエンジンが採用された。優れたエンジンを作る技術のない中国の自動車メーカーにとって、信頼性の高い三菱製のエンジンは貴重な存在であり、三菱自動車が中国の自動車産業を支えてきた存在であると言っても過言ではない。以上が記事の内容でした。自動車大国と言われるまでに成長した中国ですが、純国産自動車の登場はまだ先になりそうですね。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。どんな仕組みになっているのか分かっていても真似することができないなんて、相変わらず日本の技術はすごいな。日本人は職人気質なところも好感が持てるよ。もしかしたら将来世界中の車のエンジンは日本製になるのかもしれないね。エンジンが日本製でも中国車と言っていいのか？もし日本製エンジンが気に入っているという理由で中国車を買っているのなら、自動車大国の称号は中国よりも日本がふさわしい。中国でさえ認めざるを得ないという状況が日本のエンジンの凄さを物語っているわ。いつもの中国なら丸パクリして自国のものだと主張しそうなのに。その技術がないところがやっぱ中国。日本製エンジンを使っていると聞いて中国車への信頼度がアップしたよ。それでもやっぱり欲しいのはエンジンだけではなく、全てが日本製の車なんだけどね。未だに賠償も謝罪もしない日本企業は中国から追い出すべきだわ。この前、
傘下の三菱マテリアルが謝罪も賠償もしてなかったか？道理で三菱の SUV がダカールラリーで7年連続も優勝するわけだよな。中国の砂漠調査の連中も全て三菱の SUV を買ってるらしい。日本の軍事産業の実力はすごいぞ。第二次大戦時には空母や戦闘機の生産ができた。中国国民はもっと努力が必要だ。日本の多くの企業は戦争が起こったらすぐさま軍用品を生産できる技術があるわ。三菱がそれらのボスだということは明らかなのに、中国はどうして未だに彼らと協力しているの？三菱というとジャッキー・チェーンを思い出すよ。彼は三菱自動車の終身イメージキャラクターだ。売国度がイメージキャラクターなのは別に構わないが、公共の場所で自分が愛国だとか中国カンフーの代表だとか言うのはやめてほしいぜ。俺は愛国心を持っているが、日本車に乗ってるよ。携帯のカメラなんてほとんど日本製だろ？お前らこのことをどう思ってるの？エアコンを買いに行ったら、店長が三菱を勧めてきたんだ。俺は断固として国産を買ったが、残念なことに、日本の松下電器のコンプレッサーだった。日本製のボイコットなんて、本当に笑い話ね。日本製品を一切使わない生活なんて不可能だわ。以上が海外の人々の反応でした。日本製品は買いたくない。でも性能のいい車に乗りたい。といった複雑な気持ちを持つ人もいるようですね。このように中国でも高評価の日本の自動車製造技術ですが、日本が高い技術力を誇っているのは自動車だけではありません。半導体製造装置や鉄道など海外で評価されている技術は多数ありますし、普段は人目につかなかったり、あまり注目されない場所でも日本の技術力は発揮されているのです。そこでここからは世界に誇れる日本の技術を4つご紹介します。1、絶対に緩まないネジ。新幹線には16両編成で約2万本のボルトが使われています。新幹線の走行中は車体が激しく振動するので、一般的なボルトでは振動でナットが緩み、ボルトが外れ、大事故を招く恐れもあります。そのため、この絶対に緩まないネジが使われているのですが、開発と製造及び販売を行うのは従業員約90名の企業。大きな企業と言われる会社ではありませんが、日本をはじめイギリスやポーランド、オーストラリアといった海外の鉄道でも多く採用され、鉄道以外にも東京スカイツリーにも採用されている、まさに日本が世界に誇る技術です。2、釣り具。釣り具業界で売上高が世界トップのグローブライド株式会社は実は日本の企業。日本をはじめアジアやオーストラリア、ヨーロッパ、北米などで長年釣り好きに愛用されている世界最大の総合釣り用品会社です。新型コロナウイルスの影響で密を避けて楽しめる遊びとして釣り人気が高まったこともあり、2020年の売り上げは1000億円を超えました。3、自転車。大阪府に本社を置くシマノは世界最大の自転車部品メーカーで、スポーツ自転車向け部品の世界シェアは8割を超えています。フランスで開催される世界最大の自転車レース、ツール・ド・フランスでもシマノの製品は圧倒的な支持を集め、2016年の大会では参加22チーム中17チームが同社の部品を採用しました。4、高速エレベーター。世界各国で高層ビルの建設ラッシュが続き、ビルが高層化するに伴い、高速エレベーターのニーズも高まっています。一般的なエレベーターの速度は分速45メートルから90メートル程度で、90メートル以上が高速エレベーターに該当。日本国内のシェアは三菱電機、日立、東芝、フジテックの4社が獲得しており、中でも中国の CTF ファイナンスセンターに設置されている日立のエレベーターは分速1260メートルで世界最速。これは地上1階から95階までわずか42秒で到達する速さで、2019年にギネスにも認定されているそうです。
CTF ファイナンスセンターが建設される3年前には、中国の上海タワーに設置された三菱電機のエレベーターが分速1230メートルで世界最速としてギネス認定されていました。数年後にはさらに高速なエレベーターが登場し、ギネス記録が塗り替えられるかもしれませんね。外国人に日本のすごいと思うところはと質問すると、自動車や鉄道といった技術力に注目している人もいますが、公共心の高さや他者への気遣い、協調性、礼儀正しいといった日本人の気質を上げる人がとても多いそうです。海外から高く評価されている日本人のいいところ、大事にしたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。